レジャーハンター、財宝を探し出すことを職業とする人のことである。一攫千金のロマンを追い求める彼らはどんな人種なのだろうか。2人のトレジャーハンターを追った。私の名前は宮本小次郎、しがない会社員だ。週末は友達の佐々木とコンビを組んでトレジャーハンターをしている。トレジャーハントの基本は情報収集だ。多くの時間を費やしてネットで財宝や埋蔵金に関する情報を探している。ある程度目星がついたら現地へ行く。今回はある戦国大名の埋蔵金がターゲットだ。現地では穴を掘ったり潜ったりすることを想像するかもしれないが、まだそんな段階じゃない。じゃあ何をするのかって、現地の人たちに話を聞くのさ。その地に伝わる伝承や噂とかな。これがなかなか貴重な情報源だ。時には地元の伝承館や民族資料館に行ったりもするな。ここまで情報収集してようやく実作業に入る。普段は仏頂面の佐々木もこの時は生き生きしている。どんなに頑張って探してもやっぱり世の中そんなに甘くない。見つからなければ撤退だ。当たり前のことなのだが、この引き際を見極めるのが実はかなり難しい。あっちの方をもう少し探せば見つかるかもしれねえ。そんな予感がするぜ。いや、毎回そう言うがダメじゃないか。予算と時間的に今回はもう切り上げた方がいい。私たちが必死に調査したり海底をサルベージしたりしている間に、海岸を散歩していたら浜辺に打ち上げられた小判を偶然見つけたというラッキーな人が現れたりもした。世の中はわからないものだ。頑張っても報われないことが当たり前だが、私はトレジャーハントをやめようとは思わない。調査で現地を訪れ多くの人と触れ合うことはとても楽しいし、地元の人たちが自分の近所にお宝があると知ってワクワクし始める様子を見るのも好きだからだ。しかし最近の佐々木はどうも様子がおかしい。苛立ちを隠さないことが増えてきた。宮本は効率が悪すぎる。佐々木は単独行動することが増えた。借金をして高額な調査器具を買ったらしい。宝だ。宝を見つけて人生一発逆転するんだ。ある時、私はある島で島民の方々を集めてこんな提案をした。この島に財宝が眠っていると思われます。みんなで一緒に探しましょう。この提案に島民の方々は面白がってくれた。しかし佐々木は別だった。財宝の取り分が減るじゃねえか。お前バカじゃねえの。コンビを組んで以来何度も喧嘩をしたが、この日は今までにない大口論になった。お前、嫁さんとも別れて借金も抱えて財宝探しに入れ込みすぎじゃないか。いつか破滅するぞ。お前がやる気なさすぎるんだよ。翌朝、佐々木は姿を消した。それ以降、佐々木の噂を聞くことは二度となかった。佐々木のことが気になりながらも、私は島民たちとお宝探しを始めた。このイベントは地元テレビ局も取材に来るほどのお祭り騒ぎになった。トレジャーハントには魔性の魅力がある。中には佐々木のように借金を抱えたり、家族と別れたり、最後には破滅する人もいる。お宝を独り占めするために地主や地域住民の反感を買うようなことをする人もいる。しかし私に言わせれば、それは結果にとらわれすぎなのだ。探す過程を楽しむことだってトレジャーハントの醍醐味だ。今こうしてみんなと力を合わせてお祭り騒ぎをして得られる一体感と高揚感は何にも代え難いものだと私は思う。これからトレジャーハントを始める皆さんもどうか道を誤らないでほしい。何か出てきたぞ。